皆さんこんにちは、ひよりです。日本語ひよりでは日常の意味のあること、ないことを親しみやすい日本語で話します。文字起こしのテキストは概要欄からチェックしてください。はい、皆さん今日もお元気ですか？私は元気です。ただめっちゃ寒いです。今日も朝からチラチラチラと雪が降っていて、で道路が凍結していて、高速が少しの間使えなかったんですよ。道路が凍結する。凍結は寒さで道路が凍ってしまうことですね。はい、そう凍結するほど寒くなっていますが、皆さんいかがお過ごしですか？さあ、年末クリスマスがありましたよね。で、私は子供たちと英語のレッスンをしてるんですけど、その子供たちにみんなクリスマスプレゼント何もらった？サンタさん来たかなっていう話を年末にしました。そうするとみんなが口々にもらったプレゼントをね、教えてくれたんですけど、最近の子供たちがもらうプレゼントがなかなか面白くて、特に女の子がパソコンもらったって言うんですよ。パソコンどういうことってよく話を聞いたら、隅っこ暮らしっていう女の子ですね。基本的には女の子に人気な可愛いキャラクターがいて、そのキャラクターのおもちゃのパソコンがあるんですって。で、そのパソコンで何ができるかって言ったら、大人みたいにカチャカチャカチャっとキーボードを、叩いたり、できるんですけど、その他の機能でヘッドフォンが一緒についてきて、ヘッドフォンをつけて配信ができるんですって。本当にオンラインで配信はできないんですけど、配信してる風の遊びができるらしいです。これなんか最近の遊びって感じじゃないですか？例えばズームとか、これは配信じゃないけど、ズームでオンラインミーティングしたりとか、オンラインクラスを受けたりとかっていうことが最近増えてきましたよね。で、それを、大人がそういったことをやってるのを子供たちってよく見てるんですよね。だから私もみんなと同じことがしたいっていう気持ちがくすぐられるようなおもちゃなんじゃないですかね。あとは男の子はね、レゴもらったっていう子がいたり、あと、なんでしたっけ、マイクラ、私あんまり詳しくないんですけど、マインクラフトかな、マイクラかロブロックスか、なんだったかな、なんかそういうゲームの課金カードもらったっていう現実的な子もいましたね。課金ってゲームに何かお金を払ってなんかもらえるのかな、アイテムとか。ちょっと私ゲームしないからわかんないんですけど、そういう現実的なものをもらった子もいれば、あとポケカもらったっていう子も多かったです。ポケカはポケモンカードの略です。トレーディングカードですよね。ポケモンってほんと今でも人気なんですね。すごいですよね。皆さんポケモンはご存知ですよね。世界的にも本当に有名なアニメだしゲームですね。ポケモンって私が子供の時からテレビで放送してたから、もう20年、30年近く人気ですね。で、一番有名なポケモンって皆さん何だと思いますか？やっぱりピカチュウですよね。どの子に聞いてもやっぱりピカチュウは知ってますね。私もポケモン詳しくはない。たくさん知ってるわけじゃないけど、やっぱ
ピカチュウはもちろん知ってます。で、今日はね、ポケモンの名前の由来について話していきたいんですけど、ピカチュウって皆さんなんでピカチュウって名前か知ってますか？英語でもピカチュウはピカチュウですよね。なんででしょうか？うん。ピカチュウってどういうポケモンですか？電気タイプ？雷タイプ？雷とか100万ボルトとか使うネズミモチーフのポケモンですよね。うん。なので、ピカチュウのピカはピカピカ、ピカピカ。これオノマトペです。ピカピカ光る。うん。ピカピカは、こう、雷とか、そういったものが光っている状態をピカピカ光ると言います。ね。雷使うとピカピカピカって光りますね。ピカチュウが雷使うとね。チュウはチューチューから来ています。チューチュー何？これはネズミの鳴き声のオノマトペです。ネズミはチューチューと鳴きます。だからピカピカチューチューでピカチュウピカチュウなんですよね。そう、ポケモンのね、名前の由来をたどっていくと意外といろんなボキャブラリーを学べるんですよ。で、皆さんポケモンもしゲームをするなら、もしかすると英語でプレイしてるかもしれませんね。そうすると英語バージョンの名前になってると思うんですけど、もし機会があれば日本語バージョンでもやってみてください。いろんな面白いポケモンの名前を知ることができます。例えば、わかりやすいもので言うと、人影。人影。オレンジ色のね、火を吐く口からわーって炎を吐くタイプの、進化前の可愛らしいポケモンです。これ今から話すの全部第一世代の話なので、一番最初、初期のポケモンの話です。はい。人影。そう。人影わかりやすいですね。これは火。そしてトカゲ。人影です。トカゲって爬虫類の名前ね。はい。人影。進化するとリザードになります。リザード。これは日本語からじゃなく英語。トカゲの英語は lizard ですね。ここから来ています。リザード。最終進化系はリザードン。さっきのリザードにドンがついてます。ドンはなんかね、恐竜の名前によくあるんですよ、ドン。で、リザードンって大きくなって恐竜っぽいですよね。っていうところからリザードンですね。あと、オノマトペからできたもので言うと、ポッポ、ポッポ。うん。ポッポは、鳩かな？はい。鳩のポケモン。鳥ですね。そう。鳩の鳴き声は、ポッポー、ポッポー、ポッポーかな？ポッ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 ポっていう、ポッ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 ポっていう音を使います。そこから、ポッポ。うん。で、進化すると、ピジョン。うん。これ英語からですね。最終進化系、ピジョット。うん。これはピジョンと、ジェットみたいな、速さを表すようなニュアンスが入ってきますね、ピジョット。うん。あと、なんかこれ面白い、音が面白いなと思うポケモンが、ベトベタ。ベトベタ。これなんていうの？スライムみたいな紫色の形がぐにゃぐにゃぐにゃってなるポケモンいるじゃないですか。あれベトベタ。これベトベトとベタベタです。ベトベト、ベタベタもほとんど一緒ね。なんていうの？例えば
糊とかをクラフトで糊を使って指に糊がついちゃった、ベトベトベタベタですね。もうなんか面白い名前だなと思うのがワンリキー。ワンリキー、あれ岩のタイプなのかな、何タイプなんだろう。ワンリキー、ワンリキっていうのは腕の力と漢字で書きます。なので腕の力がこう強い筋肉もりもりの感じですね。あ、ワンリキーはあれか、石じゃないのか、格闘タイプですね、ワンリキー。はい。でそこから進化するとゴーリキー、ゴーリキー、ゴーリキっていうとまたこれも力が強いという意味の単語でね、またもっと筋肉もりもりになって強くなりますよね。そう。そして最後が怪力。怪力。はい。怪力。怪力もなんだろう、こう怪物並みの強さ。はい。本当に人間とは思えないぐらいモンスターのように強いというのを怪力と言いますけど、そこから怪力。もうほとんどね、日本語の単語そのままポケモンの名前になるっていうのが面白いなっていう。はい。こんな感じで結構オノマトペとかもう見た目そのままの名前とか、さっきの怪力みたいな特徴、力の強さっていう特徴を日本語の単語で表したりとか、そういった形、英語も使いますね。はい。英語を使ったりとか、いろんなこうモチーフになったものの単語を組み合わせてポケモンの名前って作られてるんです。なのでぜひポケモン好きな方がいたら、どんな由来でこの名前になったのかなっていうのを調べてみてください。面白いと思いますよ。さて皆さんはポケモン好きですか？好きなポケモンはいますか？私はゼニガメが好きです。カメですよね。ゼニガメって言うと水をこうイメージする言葉なんですけどね。ちっちゃい亀の水を吐くタイプのポケモンね、あれかわいいですね。はい。ぜひコメントで教えてください。今日も聞いてくれてありがとうございました。皆さんにとって日本語日和になりますように。またね。